皆様こんにちは、セリナです。今回は2月24日にリニューアルをしたディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールとディオールスキンフォーエバーベルベットベールをご紹介していきます。ディオールスキンフォーエバーシリーズの下地はリニューアル前からかなり人気のアイテムでしたが、今回グロータイプとベルベットタイプの2種類に分かれてリニューアルしたとのことなので、リニューアル前のアイテムとの違いはもちろん、グロータイプ、ベルベットタイプで仕上がりや崩れ方にどんな感じの違いが出るのかや、同じディオールフォーエバーシリーズのグロータイプとマットタイプのファンデーションとの相性などもご紹介していきたいと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のデパコスを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら。2月24日にリニューアルをしたディオールスキンフォーエバーグローベールとディオールスキンフォーエバーベルベットベール。まずはディオールスキンフォーエバーグローベールからご紹介していきます。24時間崩れないツヤ肌を仕込むグロープライマー。ディオールスキンフォーエバーグローベールは長時間崩れないツヤ肌を仕込み、潤いと輝きに満ちた仕上がりを叶えます。美容液のようにみずみずしいテクスチャーが極薄ベールでピタリと肌に密着し、色ムラ、凹凸やくすみを補正すると同時に明るさと輝きをもたらします。さらに SPF20、PA2+ の保護力で紫外線 A、B 波から肌を守ります。様々な肌色にマッチして輝きを与えるユニバーサルシェード。続いてディオールスキンフォーエバーベルベットベール。24時間毛穴レスで滑らかな肌仕上がりが続くベルベットプライマー。ディオールスキンフォーエバーベルベットベールは24時間毛穴、凹凸、小じわを自然にぼかし、均一で滑らかな美しい肌仕上がりを叶えます。様々な肌色にマッチするユニバーサルシェードが一塗りで気になる毛穴、凹凸や色ムラをカバーし滑らかにします。軽やかでみずみずしいテクスチャーが余分な皮脂を吸着してテカリを防ぎ、つけたてのような美しさが一日中持続します。毛穴やテカリの気にならないサラサラな肌への最初のステップとしてお使いいただくことで、次に使うファンデーションの仕上がりと持ちを高めます。まずは旧アイテムとの違いを見ていきたいと思います。店頭でマットとグローではどちらかというとグローの方が旧アイテムに近いと BA さんにお伺いしたのと、旧アイテムはこんな感じで少し重めのクリームテクスチャー。新しいグロータイプはみずみずしさもあり伸びの良いテクスチャー。そしてマットタイプは塗りたてはみずみずしいですが、肌になじませていくとサラサラに変化するテクスチャーなので、実際に触ってみた感じも似ているなと思った旧アイテムとグローを比較していきたいと思います。まずはこちら側に旧アイテム塗ってみます。こちらは保湿感と崩れにくさを両立したすごく使いやすいプライマーだったので、ディオールのファンデーションのご紹介の時以外にもファンデーションの比較動画などでもたくさん使用したアイテムです。こんな感じで少し重めのクリームテクスチャーが肌に密着してくれて、しっかりと保湿感を持続しつつ崩れにも強いタイプです。ただ塗りたては少し重たいクリームテクスチャーなので、肌表面の乾燥が気になるという時には少し塗りにくいと感じる方もいらっしゃったかもしれません。はい、旧タイプはこんな感じです。特にカラー補正効果があるというタイプではないですが、何も塗っていない方と比較すると自然に肌を明るく見せてくれるような効果があります。クリームテクスチャーが肌全体をしっかりと覆ってくれて、毛穴や凹凸もフラットに見せてくれていて、しっかりと保湿感も感じられるタイプです。では反対側に新しいグロータイプ塗ってみたいと思います。グロータイプにはピンクのカラーがうっすらとついています。やはり手元で見た時と同様、かなりみずみずしくて伸ばしやすくなりました。
旧タイプの少し重さのあるクリームテクスチャーが少し伸ばしづらいと感じていた方にはかなり使いやすくなったと思います。でもこちらも伸ばしていくと肌にピタッと密着してくれて毛穴を埋めてくれている感じがします。新しいグロータイプ、とても綺麗ですね。はい、こちら側に旧タイプ、そして反対側には新しいグロータイプを塗っています。まずこのくらいの距離で見てもわかる通り、新しいグロータイプは旧タイプよりもさらにツヤ感が綺麗ですよね。うっすらとピンクのカラーがついていましたが、こうして比較してみるとそこまで色味の変化は感じないので、元々の自然に肌トーンを明るく見せてくれる感じが好きという方にもすごく使いやすいと思います。そしてアップで見るとより新しいグロータイプのみずみずしいツヤ感と毛穴を埋めてくれて肌表面を滑らかに見せてくれてる感じがわかりやすいと思います。新しいグロータイプはみずみずしさが増したので、その分塗り心地が軽くなった感じはしますが、しっかりと肌に重ねていくと旧タイプと同じくらい保湿感も感じるので、全体的な使い心地としては旧タイプとそこまで大きく変化した感じはしませんが、新しいグロータイプの方がよりみずみずしさが増したのと、肌への密着感がアップしたので、毛穴を埋めてくれて肌表面を滑らかに艶やかに見せてくれる効果が増したように感じます。個人的にはこの新しいグロータイプのツヤ感と毛穴を埋める感じがすごく綺麗だなと思いました。イメージとしてはポーランドジョボーテのモイスチャライジングファンデーションプライマーに似ていて、こちらの方がもう少し肌への密着感とツルンと感が強いイメージです。ではこの上に同じディオールのフォーエバーフルイドグロータイプのファンデーションを重ねて、ファンデーションを塗った時の違いについて見ていきたいと思います。まずは旧タイプの上に塗っていきます。どちらもとても人気のアイテムなので、この組み合わせでメイクされているという方も多いんじゃないでしょうか。少し重さのあるクリーミーな下地なので、ファンデーションと密着してよりカバー力がアップするような仕上がりです。はい、旧タイプの上にグローのファンデーションを重ねるとこんな感じです。ツヤツヤしすぎない自然な立体感のあるツヤ肌に仕上がっていて、カバー力もしっかりと増しています。では新しいグロータイプの上にグローファンデーションを重ねてみます。やはり下地の時点でかなりみずみずしさと滑らかさが増したからか、旧タイプの上に重ねた時よりもファンデーションの伸びもかなり良くなっています。そして下地の時点で毛穴を埋めてくれているからか、ファンデーションがより綺麗にフラットに塗れている感じがします。塗りやすくもなって仕上がりも綺麗になっています。はい、こちら側には新しいグロータイプの下地の上にグロータイプのファンデーションを重ねてみました。このくらいの距離で比較してみるとそこまで違いは感じませんが、やはり新しいグロータイプの下地の上に重ねた方がツヤが増している感じがするのと、ほんの少しの差ですが、新しいグロータイプの方が少しだけ肌トーンがアップしたように感じます。アップで見るとこんな感じで、新しいグロータイプの方が肌に透け感が残るからか、少しカバー力が抑えめでナチュラルな肌印象に見えます。では最後、この上にフォーエバークッションパウダーを塗っていきたいと思います。かなり微粒子のパウダーなので、付属のパフでポンポンと軽く塗っていきます。新しいグロータイプの上にも重ねていきます。こちらはパウダーを塗るとより下地の毛穴を埋めてくれている効果が感じられますね。パウダーを重ねると一気にこんな感じで毛穴を感じさせないつるんとした綺麗な肌に見せてくれます。こちらの下地はリキッドタイプのファンデーションと組み合わせてももちろん綺麗ですが、パウダーを塗った時に毛穴をぼかしてくれる効果を発揮してくれるような下地ですね。はい、パウダーを塗ってみるとこんな感じです。旧タイプもこんな感じで綺麗ですが、新しいグロータイプはパウダーを塗った後の毛穴レス感がとても綺麗ですよね。最近はパウダータイプのファンデーションも新作が続々と発売されているので、パウダータイプのファンデーションとの相性も良さそうだなと思いました。本当にパウダーを塗った後の毛穴レス感に感動する下地です。
ではこの状態でマスクをして4時間ほど過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほど一度もお直しせずにマスクのまま過ごしたので、どんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。もともと旧タイプも保湿感もありつつ崩れに強くて、上から重ねたファンデーションやパウダーも崩れにくいタイプだったので、どちらもすごく綺麗に保ってくれていますが、新タイプのグローの方が塗りたてと同様、肌表面をつるんとしたツヤ肌に保ってくれている感じがします。それぞれアップで見るとこんな感じです。どちらもマスクの摩擦による崩れやよれなどもなく綺麗に保っていますが、保湿によっているタイプだからか、皮脂が気になる肌タイプの私には小鼻の横などのテカリが少し気になりました。ただこうして比較してみると、旧タイプは肌全体がしっとりとしてきているのに対して、新しいグロータイプの方が肌に密着してつるんとした質感に整えるからか、小鼻の横以外は塗りたてのような綺麗さを保ってくれていました。どちらも長時間塗っていても乾燥してくることはなく、しっかりと保湿感を保ってくれているので、旧タイプのクリーミーな保湿感が好きという方も問題なく新しいグロータイプに移行しやすいと思います。崩れ方にそこまで大きな差は感じませんでしたが、新しいグロータイプの方が保湿もしつつ毛穴や凹凸をつるんと滑らかな肌に見せてくれるので、より使いやすく進化したなと感じました。では続いてこちら側に新しいグロータイプを塗ってある状態なので、反対側に新しいマットタイプを塗ってどんな感じの違いがあるのか比較していきます。マットタイプにはこんな感じのファンデーションのようなカラーがついています。こちらも塗りたてはとてもみずみずしくて軽いですが、伸ばしていくと肌表面がサラサラに仕上がっていきます。一塗りで細かい毛穴をぼかしてくれる感じがとても綺麗です。肌表面はサラサラに仕上がりますが、程よいオイル感も感じて、意外とツヤも残ってくれますね。はい、こちら側にはグロータイプ、反対側にはマットタイプを塗っています。グロータイプは肌全体が滑らかにツヤツヤに輝く感じなのに対して、マットタイプはこのくらいの距離でも毛穴や凹凸をスッと滑らかに見せてくれている感じがわかりやすいと思います。カラーもマットタイプはファンデーションのようなベージュカラーがついているので、ほんのりと赤みや色ムラなどもカバーしてくれています。アップで見るとこんな感じです。グロータイプは毛穴を埋めて肌表面を滑らかに見せてくれているのに対して、マットタイプは細かい毛穴をぼかして肌表面をフラットに見せてくれている感じの違いがありました。肌表面がさらりとしている分、マットタイプの方がさっぱりとしている感じはしますが、意外とマットタイプにもオイルっぽい保湿感を感じるので、内側の保湿感はだいたいグロータイプと同じくらいな感じがします。しっとりとしたパウダーファンデーションで肌表面を磨いた後のような質感に感じます。イメージとしてはクレド工房店のボワールマディフィアーニさんをかなり軽くしたような使用感です。そして個人的には香りにも若干の違いを感じて、グロータイプは通常のディオールフォーエバーシリーズについているフローラル系のフレグランスのような香りですが、マットタイプはフローラル系の香りは抑えめで、少しハーバルっぽい感じがしました。ではこの上からまずはグロータイプのファンデーションを重ねて仕上がりの違いを見ていきたいと思います。やはりマットタイプもある程度のオイルっぽさが残る質感なので、全然ファンデーションも問題なく塗りやすいです。旧タイプのプライマーの上に重ねた時よりも滑らかに伸び広がる感じがします。そして細かい毛穴や凹凸を下地の時点で綺麗にフラットにしてくれているので、ファンデーションもこんな感じで綺麗に均一に伸び広がってくれますね。グローもマットもファンデーションを重ねた時の伸ばしやすさがとても良くなったと思います。はい、こちら側にグロータイプの下地、反対側にマットタイプの下地を塗った上に、フォーエバーグローのファンデーションを重ねて比較してみました。まず、このくらいの距離で見ても、マットタイプの毛穴レース感がとても綺麗ですよね。
アップで見てもこんな感じでマットタイプの毛穴レス感がとても綺麗だと思います。細かい毛穴や凹凸をフラットにしたいという方にはとてもおすすめです。そしてやはりファンデーションを重ねてみてもマットタイプにも程よいツヤが感じられるので、厚塗り感が出てしまったり粉っぽくパサついてしまうということもなく、とても滑らかな仕上がりです。塗り心地も両方とも同じくらいいいので、よりツヤ感のある仕上がりにしたいという方はグロータイプがおすすめ。細かい毛穴や凹凸を滑らかに見せたいという方はマットタイプがおすすめです。ではこの上にフォーエバークッションパウダーを塗ってみます。先ほどと同様パフで軽く塗っていきます。パウダーを塗る前から毛穴をぼかす効果がとても綺麗でしたが、パウダーを塗るとよりこんな感じで全然毛穴を感じさせない滑らかな肌に仕上がりますね。今回のプライマー、マットタイプもグロータイプもパウダーを塗った時の毛穴ぼかし効果がかなり綺麗です。はい、パウダーを塗るとこんな感じです。グローもパウダーをのせることでより綺麗な仕上がりになりましたが、マットも同様パウダーを重ねるとより毛穴を感じさせないかなりフラットな肌に仕上がりました。近くで見てもこんな感じで全然毛穴を感じさせない仕上がりですよね。どちらも同じくらい塗り心地も良く、毛穴も綺麗にカバーしてくれるタイプの下地なので、本当にツヤ仕上がりか自然なセミマット仕上がりかのお好みで選んでいただいて大丈夫なプライマーだなと思いました。リニューアル前も使いやすいプライマーだなと思っていましたが、リニューアル後もさらに良くなったと思います。では続いてこちら側にグロータイプ、反対側にマットタイプの下地を塗っている状態なので、同じフォーエバーシリーズのファンデーション、マットタイプとの相性も見ていきたいと思います。フォーエバーマットファンデーションはカバー力も高く崩れにも強い分、肌に密着するのがとても早いので、下地との相性次第では少し塗りにくいと感じるようなファンデーションです。まずはグローの下地の上に塗ってみます。グローはやはりみずみずしく滑らかになっているので、フォーエバーマットのファンデーションもこんな感じで全然問題なく塗れますね。フォーエバーマットの仕上がりは好きだけど少し塗りづらいと感じた方にはこちらの新しい下地すごく相性がいいと思います。続いてマットタイプの下地の上にマットファンデーション塗ってみます。マットもオイルっぽさがあるので全然問題なく伸ばすことができます。本当に今回のリニューアルでどちらの下地も質感と仕上がりともにとても良くなりましたね。マット同士を組み合わせるとよりこんな感じで毛穴レスな滑らかな肌に仕上がってとても綺麗です。はい、こんな感じでこちら側にはグロータイプの下地、反対側にはマットタイプの下地を塗った上にフォーエバーフルイドマットのファンデーションを重ねてみました。フォーエバーフルイドマットは塗った瞬間から肌にファンデーションがピタッと密着するので少し塗りづらいと感じやすいタイプのファンデーションですが、グローの下地もマットの下地もかなり滑らかなのでどちらも伸びが良くスルスルと綺麗に伸ばすことができました。仕上がりとしてもこんな感じでどちらも厚塗り感がなくとても綺麗ですよね。グローの下地とマットファンデーションの組み合わせは程よく内側からツヤを感じるような肌に仕上がっていて、マットの下地とマットのファンデーションの組み合わせは下地に程よいツヤがあるからかパサつき感のない滑らかなマット肌に仕上がっています。続いてグローの下地の上にグロータイプのファンデーションとマットタイプのファンデーションを比較してみるとこんな感じです。そしてマットの下地にグローファンデーションとマットファンデーションを塗った状態を比較するとこんな感じです。はい、ではこちら側にグロータイプの下地、反対側にマットタイプの下地を塗った上にフォーエバーフルイドグローのファンデーションを塗っているので、この状態でマスクのまま4時間過ごして崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。店頭で BA さんにお伺いしたところ、乾燥崩れが気になる方はグロータイプがおすすめで、
皮脂崩れが気になる方はマットタイプがおすすめとおっしゃっていましたが、マットタイプも意外とグローと同じくらいの保湿感を感じるので、どのくらい崩れ方に差が出るのか楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。どんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ても、ベルベットタイプは全然テカリが出ていないですよね。アップで見てもこんな感じで、グロータイプはやはり小鼻の横や顔の中心に皮脂によるテカリが出ていますが、ベルベットタイプは塗りたてよりも全体的にツヤが出てきた感じはしますが、小鼻の横なども皮脂によるテカリは気になりにくかったです。そして肌表面を触った感じもベルベットタイプは全くベタつきを感じなくて、でもグロータイプと同じくらいの保湿感を持続してくれました。ベルベットタイプは乾燥も気になるけど皮脂による崩れも気になるという方にとても使いやすそうなので、これからの時期にも大活躍してくれそうです。でもどちらもマスクによる摩擦にも強くて、グロータイプもドロドロに崩れてしまうということもないので、よりツヤ感を感じたい方はグロータイプもとても使いやすいと思います。どちらもしっとり感も続いて崩れにも強くて、つるんと毛穴レスな肌に見せてくれて、すごく綺麗な下地だなと思いました。はい、ではこんな感じで2月24日にリニューアルをしたディオールスキンフォーエバーグローベールとベルベットベールをそれぞれご紹介していきました。保湿向けと皮脂崩れ向けと聞いていたので、結構違いが出るのかなと思っていましたが、どちらもちゃんと保湿感を保ちつつ、毛穴を綺麗に見せてくれて、2つともすごく使いやすい下地だなと思いました。ツヤ仕上がりで肌表面にも保湿感を残したいという方はグローがおすすめで、毛穴や凹凸を滑らかにぼかして肌表面をサラサラに仕上げたいという方はベルベットがおすすめです。どちらもとてもいいプライマーなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。